おはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド。君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ。賭けでよかったぜ。女相手に殴り合いをするんじゃこっちも本気になれねえからよ。この勝負楽勝ね。さあ次はそっちが親の番だ。何をかける？そうね先生。それじゃあ私が男か女かかけてもらうわ。何？メスを持たない殺し屋、切れた精神科医エルート。こいつは面白いぜ。あの可愛い顔で何人もの患者を自殺に追い込んだ懲役112年の大物だからな。あんな賭けってあるの？どう見たって女じゃない。いや、見かけだけでは判断できない場合も。ここにはいろんな奴がいるからな。まさかオカマちゃんってことは。どうするの？かけるの？かけないの？かけるのは構わねえが俺が外れた場合どうやって確かめさせる気だ？あなたが気の済むまで調べていいわよ。私の体をね先生。レオリオのやつ男にかけるな。うん。なんで？よし男に10時間。やはりか。あのスケベ親父。なんで？みんなどうしてわかったの？簡単なことだ。どう見ても相手は女だ。だけどその裏を書いて実は男ということもあり得る。しかしここで男と答えておけば仮に外れても思う存分調べることができる。当たっても外れても美味しい選択っていうか外れろということだ。そうなの。はあ、なんでなんだろう。嫌な女だ。レオリオの下心を読んで遊んでいる。さあ答えは？残念ね。私は女よ。いやしまった。わざとらしい。本当だろうな。確かめてみる？もちろんだ。俺には10時間分の責任があるからな。なに？ねえ、どうなってんの？なあ、モニターが故障しやがった。早く直せ。外れて悔いなし。しょうもな。この勝負負けるな。レオリオは最初から外れてもなるべくダメージを受けないようにかけている。賭け事では負けた時のことを考えるようなやつはいつまでやっても勝てねえもんなのさ。他人事のように言ってるけど今度負けたら俺たちのチップはゼロだぜ。そうなったら2勝2敗の五分になるだけでなく50時間も足止めされることになる。俺たちまだこのタワーに入ったばっかりのところにいるんだもんね。タワー脱出の制限時間は72時間。ここで50時間もロスしたら残りは10時間もない。レオリオ！いけねえ、浮かれてる場合じゃねレオリオ先生。さあ次はあなたが出題する番よ先生。その先生ってのやめろ。
始まったな。さあ早く。あの微笑みゾッとするぜ。油断して会話しているうちに相手の秘密を探り出しちまう。そして精神的に追い詰めていく。さっきから見ていたけど、この男友情とか仲間意識とやらにこだわっている。つまりそれが彼の弱点。本人も心の隅でそれを意識しているために、それ以外の賭けには無防備になっている。私が女であることでさらに油断も生まれやすい。残りのチップは10時間だけ。もう負けられねえが、確実に勝てる問題なんてすぐには浮かばねえぜ。すごい悩み方だな。男か女が決めるときは即断だったのによ。どうしたの？先生の番よ。早く問題を出してちょうだい。待ちくたびれちゃうわ。ちょっと待ってくれ。そう簡単にはいかねえんだ。あら、先生のくせに問題一つ出せないの？うるせえ。先生って言うな。俺は先生なんかじゃねえ。俺が男か女かかければ、いや一発で分かっちまう。グラピカ出しときゃよかった。なぜ私を見るんだ？一体いつまで待たせる気なのかしら。簡単なことじゃない。自分のことを問題にすればいいのよ。それともあなたは自分のこともよくわからないのかしら。何？これじゃあどっちが先生かわからないわね。いいわ、私があなたを診断してあげる。私にはあなたのことがよくわかるのよ、レオリオ。なんか変だよ、あの人。悪ぶっても実は正義感の強いお人よし。そんなあなただけど、心の中には大きなトラウマを持っているわ。あなたのせいで亡くなった患者さんでもいるのかしら。どうやら図星のようね。誰が亡くなったの？友達？そう、友達ね。友達があなたのせいで死んだのね。違う、あれは俺のせいじゃない。レオリオ！あの女は心理戦のエキスパートらしい。このままじゃまずいぞ。これからが本番よ。あなたの好きな友情とやらをおもちゃにしてあげるわ。つまらないわ。あなたが私の患者でなくて、私の患者だったら徹底的にいたぶって自ら手首を切るか首をつらせてあげるのに。くそ。死んだ友達が笑ってるわよ、レオリオ。あなたは私が女かどうか確かめるために10時間も無駄にした。あなたのせいでここにいる仲間は全員失格になるんだわ。言うな。あなたはまた前と同じ過ちを犯そうとしている。あなたのせいで死んだ友達の時のように。そこにいるみんなの目を見てごらんなさい。あなたのせいで死んだ友達と同じ目をしているわ。あなたのせいよ。みんなあなたのせいなのよ、レオリオ。やめろ。完全にハマっちまってるぜ。落ち着けレオリオ。みんなお前を信頼してるんだ。そうだよ、さっきの勝負だってレオリオがいたから勝てたんだ。今のあいつには何を言っても無駄のようだな。レオリオ！罠にかかったネズミだな。さあ、問題はレオリオ。問題は問題だよレオリオ。何か問題を出すんだ。問題。そうか。いててて。ゴン、ちょっと当たりどころが。
ダメだ、何にも考えられねえ。こうなりゃ運任せだ。じゃんけん勝負だ。じゃんけんでどっちが勝つかかけようぜ。じゃんけん。確かに何も考えてねえな。いいわよ。じゃんけんね。私が勝つ方に持ち時間全部をかけるわ。全部だと？別に問題はないでしょ。かける時間はこっちの自由。それにもしあなたが負けても取られる時間は10時間だから安心して。10取られたら勝負は決まる。くそ、なんで弱気なことばかり考えるんだ。一発逆転だってあるんだ。それともこいつそんなにじゃんけんに自信があるのかよ。じゃんけんならレオリオにも勝ち目はあるよね。どうかな。じゃんけんは確率と心理の勝負だ。心理ってじゃんけんにそんなの関係あるの？単に確率だけで見れば負けるのは3分の1。残りの3分の2は勝ちかあいこだ。つまり普通の勝負をしていれば7割近くは負けない。でもそれはお互い様だろ。そうだ。だがやはりまずい。この勝負レオリオは圧倒的に不利だ。それじゃ始めてもらおう。じゃんけん。統計的に言うと人が最初に最も出しやすい手はポン。チョキ。したがってこちらがグーを出せば勝ちかあいこの確率がさらに上がる。じゃあレオリオは分かってたんだね。だが問題は心理戦に入るこれからだ。心理戦？次はなんだ。グーが来たから次は裏を書いて、いやさらにその裏を、いや待てよ、その裏の裏ってことも。じゃんけんがこんなに緊張する勝負だとは。教えてあげましょうか。私はパーを出すわ。何？嘘か本当かどっちだ。ダメだ、何を考えてんのかさっぱり読めねえ。レオリオチョキを出せば勝てるよ。黙ってろ。だってパーならチョキで。黙ってろっつってんだよ。パーかグーかチョキか。さあ行くわよ。よーし行くぞ。あいこで勝負。あ、おバカさん、パーだって言ったでしょ。負けた。ああもう、だからチョキ出せば勝てたのに。結果だけ見ればその通りだが、迷ったり自信のない者は心理的に安定を望んで前と同じ手を出すか、自信を回復しようと前の手より強い手を出そうとするものなんだ。つまり相手がグーかパーならこっちはパーさえ出しておけば負けない。しかもパーを出すという予告をすることでチョキを出しにくくさせている。レオリオはまんまとはめられたんだ。あのヘビみたいな女に飲まれちまったってことだな。じゃんけん勝負決着。チップ切れでレオリオ先生の負けよ。ドクター対決はあっけない幕切れだったな。これで2勝2敗か。しかも賭けに負けた分のチップ50時間を支払わなければならない。ってことは俺たちの残り時間は9時間3分。残り時間なんて関係ない。俺の相手は死ぬしかないのだから。すまねえ。博打には自信あったんだが、ただのじゃんけんじゃなくて野球拳にしときゃよかったぜ。アホかあんたは。最終カード
残っているのはこっちは誰が残ってんだっけな。俺だよ。うわ待ちくたびれて眠くなるところだった。なんだよその顔。どうしても俺で勝っておくべきだったぜ。頭を使う勝負になったら勝ち目はねえぞ。ゴン、こいつすげえムカつくぞ。まあ頭の勝負で負けたやつに言われたくないな。そりゃ暗算対決とか言われたらお手上げだけどさ。大丈夫だよ。たとえ相手がどんな戦い方を選んでもキルアなら勝てるよ。ゴン、最初はグーだからね。行こう。じゃんけんだけはやめとけ。するか。キルア。その男の名はバラシア・ジョネス。ジョネス。キルア。俺たちの負けでいい。あいつとは戦うな。その名前なら私も聞いたことがある。ああ、バラシア・ジョネス。ザバン市犯罪史上最悪の大量殺人犯だ。で、何人やったの？何人なんてもんじゃねえ。あの男の手により分かっているだけで146人が犠牲になった。その犠牲者たちは一人残らず無残に引き裂かれ、50個以上のパーツに解体されていた。いつしか奴はこう呼ばれるようになった。バラシア・ジョネスってな。そしてその作業は全て素手によって行われた。逮捕された時、ジョネスは一切抵抗する気配は見せなかった。しかし彼をパトカーに乗せた警官がエンジンキーを回そうとしたその時、彼の得意技は素手で相手の肉を素早くむしり取ること。それを可能にしているのは異常なまでの指の力だ。ジョネスはブラックリストハンターとしての俺が捕まえた最高のコレクションだ。おい、石の壁だぜ。恐るべき握力だ。分かったろう。あんな異常な殺人鬼の相手になることはねえ。試験は今年だけじゃないからな。みんなもここは納得してくれ。俺たちはここでこの試験を棄権する。文句があるやつは。キルア。おいキルア、待て。止めるなよ。やっと面白くなってきたんだ、このゲームがね。キルア。ゲームだと？何って。ゴン、大丈夫だって。キルアを信じてよ。キルアにとってはゲームなんだよ。せっかくの忠告も聞く耳持たずか。よっと。久々にシャバの肉がつかめる。どうかな。ゴン、あいつは頭の勝負なんかしないぜ。バラすことしか考えられないやつだからな。大丈夫で、勝負の方法は？勝負？ゴン、大丈夫だって。勘違いするな。これから行われるのは一方的な惨殺さ。俺には試験も恩赦も興味がない。この手で肉をつかみたい、それだけだ。お前はただ泣き叫んでいればいい。じゃあ死んだ方が負けでいいね。やめるんだキルア。キルア。ああ、お前が。返し。さて、3勝2敗。
これでここはもうパスだろ。ああ、お前たちの勝ちだ。ここを通り過ぎると小さな部屋がある。そこで負けた分の50時間を過ごしてもらおう。そう。ところでおっさん、何もしてないから物足りないだろ。俺と遊ばない？いややめておく。暗殺一家のエリート？うん、ゾルディック家って言うんだ。おい、早く行こうぜ。キルア、今の技はどうやったんだ？技ってほどのもんじゃないよ。ただ抜き取っただけだよ。ただしちょっと自分の肉体を操作して盗みやすくしたけど、殺人鬼なんて言っても結局アマチュアじゃん。俺元プロだし。でも親父はもっとうまく盗むよ。抜き取るとき相手の傷口から血が出ないからね。頼もしい限りだな。味方のうちはな。なるほど、あのゾルディック家のものか。こいつら揃いも揃って面白い。おめでとう、全員通過だ。ようやく先に進めるぜ。おいおい、先に進めるったって50時間回し止め食らうんだぜ。じゃあ特訓しようよレオリオ。じゃんけんの。それを言うな。さあ行くぞ。残り時間は8時間57分。あれ、どっちへ行けばいいのかな。次回「ハンターハンター」3人5人最後の選択。よーし飛ばすよ。聞いたのね、大地にそよぐ風の声。